父の葬儀が終わると、母はすぐに私に話しかけてきた。お父さんの遺産の3億円は私が全てもらうからね。介護が終わった以上、あんたは用なしよ。今すぐに出て行ってちょうだい。早速来たか。だが父の葬儀が終わった瞬間に行ってくるなんて、本当にどうしようもないな。だがこちらだってすでに父が亡くなった後のことはすでに計画済みだ。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。ありがとう。待ってました。私の名前は矢吹のぞみ。現在28歳だ。私は現在実家に住んでいて、父と母と暮らしている。父は会社経営をしており、いつも忙しく働いていた。だけど私のことをとても可愛がってくれていて、夜は必ず帰ってきて一緒にご飯を食べてくれたし、どんなに仕事が忙しくても学校行事に参加してくれた。だから私はそんな心優しい父が大好きだった。しかしその一方で、母のことは苦手だった。母はずっと家にいたのだが、私に対してあまり愛情を注いでくれない人だったのだ。まだ私が幼い頃は、父の両親、つまり私にとっての祖父母も一緒に住んでいた。いわゆる同居生活を送っていたというわけだ。母は同居生活がうんざりだということを常日頃言っていた。それはもちろん父や祖父母がいないタイミングでだ。そういう時の母は本当に怖かった。いつも祖母から小言を言われているようで、その溜まったストレスを晴らすように私に心ない言葉を浴びせてきていた。どうしてあんたは女の子なのよ。せっかく苦労して産んだというのに。どうやら祖母から跡継ぎとなる男の子を産むようにきつく言われていたらしく、生まれてきたのが女の私で母はがっかりしたらしい。祖母は表面上だけなのかは知らないが、私にはとても優しかったので、まさかそんなことを母に言っているとは思わなかった。私は母に気に入られようといろんなことを頑張った。勉強はもちろん頑張っていい成績を残したし、スポーツも頑張って水泳では大会で優勝した経験もある。だがいつもものすごく褒めてくれるのは父で、母は決して私を褒めなかった。褒めるどころか、だんだんと私への心ない言葉はより私を傷つけるものになっていた。あんたはお父さんに似たから本当にブサイクよね。とてもじゃないけど私から生まれた子だとは思えないわ。母は客観的に見てもめちゃくちゃ綺麗で美人だった。話によると高級ホステスで働いていたらしく、父が母を口説き落として結ばれたんだとか。母は金持ちで経営者である父と結婚すれば一生楽して暮らせると思っていたが、結婚した途端に父の両親と同居しなければいけなくなり、うんざりしていたそうだ。だが母は決して父や祖父母の前では私をけなすことはなく、おとなしくしていた。子供ながらに母のそのような性格の悪い部分を見て、大人にはこういうずるい人がいるものなのだなと学んだものだ。そして私が14歳になった頃、祖母が亡くなった。さらにその翌年には立て続けに祖父も病気で亡くなった。そうなると母にはもう誰も止める人はいない。それからの母は本当にひどかった。毎日のように遊び歩いて、父のお金で贅沢三昧。家事なんて全くしないし、私のことなどいないかのように生活をしていた。そのため私は学校と並行して家事をしていた。父はその頃、会長である祖父を亡くしたことによって、下がってしまった株価を戻すために必死になって働いていた。だから家のことを気にする時間と余裕がなかったようだ。私は少し寂しかったが、でも父が本当に大変そうなのは伝わっていたから何も言えなかった。それよりも私は将来的にいい大学に入って、いつか父の会社に入ってサポートしたいと思ったほどだ。そしていずれは後を継げたらいいななんて思っていた。私は決して母のように誰かに寄生して、甘い蜜を吸うだけのような生き方はしたくなかった。だからこそ必死になって努力を積み重ねていった。その結果、
高校も大学も名門と呼ばれる進学校に合格。着実に自分の目標へと近づいていった。その頃には父の仕事も落ち着いていて、会社の経営も安定していた。父は私が名門大学に入ったことや、卒業後に父の会社に入りたいと知ってとても嬉しそうにしていた。そのため父は私が大学3年生の時にインターンとして働かせてくれることに。父の会社の社員の人たちはとても優しくて、私に丁寧に仕事を教えてくれた。父の会社がどんな風に回っているのか知ることができ、私はとても勉強になった。そして大学を卒業してからは、父の会社に入社して正式に社員として働いた。母は相変わらず好き放題に遊んでいて、私はほとんど会話をすることもなかった。家に帰って母の顔を見るのが嫌だったので、私は正社員になってからは家を出て一人で暮らすことに。父は私と離れて暮らすことになって悲しそうにしていたが、これで私が結婚でもしたらさらにひどく悲しみそうだから、予行演習の一環だと言って適当にごまかした。それから私は父の会社で必死になって働いた。父は家で一緒にいる時と違い、会社ではキリッとしていて、なんというか凄みがあった。もちろん娘の私にも仕事の時は、親子ではなく社長と社員として接していた。まだまだ私は社長と一緒に仕事をするような位置にはいなかったので、ほとんど関わることはなかったが、それでも仕事が終わると父は私に連絡をしてきて、食事に誘ってきた。その時は完全に父の顔になっていて、私を溺愛する優しい父親の状態に。私はそのギャップにいつも笑ってしまう。仕事は大変で覚えることも多かったが、父がそうやって気遣ってくれたから頑張れた気がする。そうして私は父の会社で働き続け、気づけばすでに5年の月日が経っていた。そんな中、父が事故に遭い足に大怪我を負ってしまった。そのため介護が必要な状態になってしまったのだ。車椅子生活を強いられたのだが、家にいる母には父の介護なんて任せられない。私は母と顔を合わせるのは嫌だったが、実家に戻ってまた一緒に暮らし始めることに。あんたのそのブサイクな顔をまた見なきゃいけないなんてね。相変わらず口が悪い母に呆れながらも気にしないことにした。それからは父の介護をしながら会社員として働く日々を過ごした。父は車椅子生活をしながらも頭は働いているので経営者の座にはいた。メールや電話などで部下や秘書に指示を出し、どうしても必要な時にだけ会議などに参加していた。のぞみ、すまないな。いろいろと迷惑をかけて。いいのよ。私はお父さんからまだまだたくさん教えてもらいたいことがあるから。父の介護をしている時、父は私に経営についていろいろと教えてくれていた。今思うと、この時から父は自分の病気について気づいていたのだと思う。それから少し経って検査をした時に、父が癌に侵されていることが分かった。余命も1年ほどしかないそうだ。私はショックだった。父とこんなに早く別れなければいけなくなるなんて。私は今まで以上に父と一緒にいる時間を増やした。そして父の癌が進行し、入院生活を余儀なくされてからは毎日見舞いに行った。余命もあとわずかになってきた頃、父は私に会社を任せたいと言った。今までたくさんのことを教えてきたが、のぞみはしっかりと身につけてくれた。お前になら会社は任せられる。私が亡くなってからのことは頼んだぞ。わかったよ。私に任せて。こうして私は父と会社を守ることを約束した。父はそれから1週間後に余命を迎えて息を引き取った。父の葬儀にはたくさんの人たちが参列した。会社の人たちはもちろんのこと、父の友人たちなどだ。みんな父が入院している間によくお見舞いに来てくれた人たちだ。ちなみに母は一度も父の見舞いには来なかった。父のことなどこれっぽっちも大事には思っていないようだ。
私は呆れ返ってしまい、責めることも時間の無駄だと思った。父の葬儀でもし嘘泣きでもしたら、ひっぱたいてやろうと思ったが、母は葬儀の場でも態度を変えることはせず、むしろ堂々としていた。大事な夫を亡くして悲しいと、父の友人たちには建前として言っていたが、本当は父の死を喜んでいることは一目瞭然だった。母が父の死を喜ぶ理由は一つしかない。父の遺産だ。会社を経営していた父には莫大な資産がある。母はそれを当てにしているのだろう。父の葬儀が終わると、母はすぐに私に話しかけてきた。お父さんの遺産の3億円は私が全てもらうからね。介護が終わった以上、あんたは用なしよ。今すぐに出て行ってちょうだい。早速来たか。だが父の葬儀が終わった瞬間に行ってくるなんて本当にどうしようもないな。だがこちらだってすでに父が亡くなった後のことはすでに計画済みだ。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。ありがとう。待ってました。母は私の意外な反応に驚いていたが、私は気にせずに必要最低限の荷物をまとめた。私のものとかは全部売るからね。好きにすればいいわ。この家とあの人の3億円があれば私には何もいらないわ。死ぬまで遊んで暮らせるわ。そのように高笑いする母。よかったわね。まあ今を楽しんでいればいいんじゃない。母は負け惜しみねと嘲笑って私にそう言ったが、私はスルーして後日すぐに引っ越した。それから1ヶ月後、母から連絡が鬼のように来た。めんどくさかったが私は出ることに。もしもし。何？ちょっとどういうことよ。なんで私が家を追い出されなきゃいけないのよ。ああ、それは私があの家を相続したからね。どういうこと？お父さんはお母さんではなく私にあの家を譲ってくれたのよ。あの家はだいたい1億くらいで売れたわ。1億？そんなに高く売れたの？まあいいわ。私には相続する3億があるからね。何言ってるの？もう遺産の相続は全部終わったよ。どういうこと？私まだ3億円をもらってないわよ。そりゃそうでしょ。あなたはもう他人なんだから。忘れたの。あなたが昔、お父さんと喧嘩した時に離婚届に記入して突きつけてきた時のこと。結局、あの時は離婚しなかったけど、お父さんは何かあった時のために取っておいたのよ。それで亡くなる前にあなたとは離婚したのよ。だからあなたの元には1円も遺産は入らないわけ。そんな。私、遺産を当てにしてブランド品を買いまくったり、海外旅行で高級ホテルの予約もしちゃったのに。あらら。相変わらず金遣いが荒いのね。でもそれも終わりね。これからは一生働いて過ごしなよ。あんた、実の母親に向かってなんて口を聞くのよ。あんたは1億もゲットしたんだから私の代わりにお金を払って、新しい家も用意しなさいよ。ついでに私を会社の重役に置きなさい。はあ？何を言ってるの？あなたが母親らしいことを一つでも私にした。こういう時だけ都合よく親子関係を持ち出さないで。私はあなたのこと母親だなんて思ってないから。親子の縁も切れてると思ってちょうだい。それじゃあどうぞご勝手に好きなように生きてね。待ってよ。母は何か言っていたが、私は気にせず電話を切ってやった。そして着信拒否にし、会社に来ても通報するように受付に行っておいた。母はその後、遺産を当てにした贅沢によって持っていたお金が全部なくなっただけでなく、まだ支払いが済んでいないものの請求がどんどん来て、借金まみれになっているらしい。
そのためパートをしながら返済をするという一生働く生活となったようだ。自業自得だし本当にいい気味だ。一方、私は父の会社と部下たちを守るために日々一生懸命に働いている。毎日大変だがとてもやりがいがあるし、父とは違ったアイデアも出てきて好奇心が止まらない。これからも私は仕事に行きながら経営者として高みを目指していこうと思う。あんたたちは一体どういう教育をしてるんだい？あの女が勝手に家を飛び出して帰ってこないから息子の家が悲惨な状態になってるんだよ。早く帰ってきて家事掃除をしろ。そんなことを叫んでいた義母。私は心底呆れてしまった。すると母はいきなり驚きの発言をした。あなたの知っている娘は昨日亡くなりました。私の名前はのぞみ。先日結婚したばかりの26歳の主婦だ。夫の正人とは仕事関係で出会った。取引先の担当者だった彼は私より3歳年上で、仕事がとてもできて頼れる人だった。だけどたまに見せる笑顔が子供っぽくて、そのギャップにやられてしまったのだ。いつしか私たちは2人で食事に行くようになり、交際がスタート。そして彼からプロポーズをされて結婚することになった。結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたので、私は結婚後に仕事を辞めて専業主婦となった。結婚式も新婚旅行もとても楽しくて、幸せの絶頂にいた私。新婚生活もきっと楽しくて幸せな毎日の連続なんだろうなと思い込んでいた。だが早々に私は夫との生活に違和感を感じ始めた。夫は何でもかんでも他人任せの人だったのだ。仕事から帰ってくると、まず着ているものを脱ぎ散らかす。それはまるで公園で遊んできた5歳児のよう。まず玄関で靴を脱いでいる最中にネクタイを外して床に落とし、そして自分の部屋に向かう途中でシャツのボタンを外し、入り口近くに脱ぎ捨てる。そしてスーツの上はベッドに投げ捨て、ベルトを外してズボンと靴下を脱ぎ捨てて部屋着に着替える。そのため私が急いでスーツを畳みに行かないとシワだらけになってしまう。私が玄関前のネクタイを拾い、スーツの上着とズボンをきれいにしてクローゼットにかけ、ベルトもきれいにしまって、ワイシャツと靴下を洗濯かごに入れるという流れが毎日出来上がっている。そして居間に戻ると、夫はソファーで寝転がりながら、晩飯まだ。と言ってくるのだ。まさかこんな風にズボラな人だとは結婚する前は気づけなかった。夫は一人暮らしをしていたのだが、私が遊びに行った時はいつもピカピカで綺麗だったからだ。だから綺麗好きできちんとしていて、生活能力が高い人だと思い込んでいた。もしかして専業主婦の私に全てを任せられるからとだらしなくなっているのか。そんなことを考えてしまったほどだ。他にも夫に対して違和感というか不満はあった。まず異様に好き嫌いが多いこと。夫は野菜が苦手で、ピーマンとか人参が食べられない。他にも味付けにも微妙に得意、不得意があるようで、辛いのは好きだが唐辛子が入っているのは嫌だとか、ネギは食べられるけど火が通っていないと嫌だとか、そういう細かい注文が多かった。びっくりしたのは、ステーキを出した時のこと。肉を焼いて皿に盛って出したのだが、夫は手をつけず黙って私を見ている。あれ？牛肉食べられなかったっけ？でも焼肉は食べてたよな。そんなことを考えていると、夫が、ねえ、いつになったら切り分けてくれるの？と言ってきたのだ。なんと自分でナイフとフォークを使って切り分けるのもめんどくさいらしい。でもレストランではちゃんと自分で切ってたじゃない。あれは公の場だからな。家では面倒なことは何一つしたくないんだ。実際、実家では母さんが全部切り分けてくれてたし、焼き魚だって母さんが骨を全部抜いてくれてたよ。私はその話を聞いてちょっと引いてしまった。そして絶対に夫には焼き魚は出さないようにしようと心に決めた。
こんな風に夫には悪い意味で驚かされることばかりだったのだが、それでもまだこの頃は夫のことは好きだった。だがそんな中、私を悩ませる存在がもう一人現れた。それは義母だ。義母は結婚の挨拶や結婚式の時は普通の印象だったのだが、とんでもなく嫁いびりをしてくる意地悪な姑だったのだ。ある日の昼間、義母は何の連絡もなくいきなり我が家にやってきた。お母さん、どうしたんですか？あんたが我が家のルールを知らないとマサトから聞いたから、抜き打ちで調査に来たんだよ。そんな。義母はそう言って、部屋の中をうろうろして細かい部分を指摘してきた。そしてため息をついて私を罵倒する言葉をこれでもかというほど並べてきた。まったく、本当にあなたは女性なの？家事が何にもできないなんて嫁として生きる価値もないわ。掃除もダメだし、料理もダメね。まずマサトのためを思って作ることができていないのよ。本当に息子のことを思っているなら、ああしてあげようとかこうしてあげようとか、自然と考えてそれを行動に移せるものでしょ。あなたには母性ってものがないのかね。私は夫の母親ではないのだが、それにそれは母性というよりただの過保護だろう。だから夫は家ではぐうたらして何にもしないし、わがままだ。とにかく私がビシバシ鍛えるから覚悟しなさい。それからというもの、義母は毎日のように家にやってきては私の家事に文句をつけてきた。そして夫も義母に同調して、そうなんだよな、のぞみは分かってないんだよと一緒になって責めてきた。母さんのことを見習って嫁としてレベルアップしてくれよ。そんなことを当たり前のように言ってきた。私は義母が毎日いる状態が精神的に辛くて体調を崩してしまった。それで病院に行くと、なんと私は妊娠していることが分かった。妊娠の報告には義母も夫も大いに喜んだ。これで少しは優しくなるかなと期待していたのだが、それはそれ、これはこれという考え方だったようだ。しかも義母はますますやる気を出して嫁いびりに精を出し始めた。孫が生まれるならあんたをもっと指導しないとね。ほら、サボってないでさっさと動きなさい。そう言って義母は私が身重になってもあれこれと家事をやらせてきた。本当は休まないといけないのに、座ると怒られてずっと立たされる。そして夫も、お前、妊娠は病気じゃないんだから甘えんなよ、と言って義母と一緒になって私を追い込んできた。これじゃあ私もそうだが、お腹の子の命も危ない。そう思った私は地方にある実家に里帰りしようと考えた。だがそのことを夫に相談するとまさかの猛反対。ふざけんなよ。お前がいなくなったら誰が家事をやるんだよ。それはあなたが自分でやるかお母さんに手伝ってもらうとか。俺は家事なんてやらねえよ。それに母さんに頼むのは違うだろ。でもあなた、一人暮らしの時は部屋きれいだったじゃない。あれは家事代行サービスを頼んでただけだ。なんと、付き合っていた時のあのきれいな部屋のからくりは、そういうことだったのか。どうやら誰かが遊びに来るときは事前に家事代行を呼んで、プロに掃除をしてもらっていたらしい。じゃあ家事代行サービスを頼んでよ。それはダメだ。なんでよ。金がもったいないだろ。結婚して家事をやる人を得たんだから無駄な金を使う必要はない。私は絶句してしまった。つまりまだ独身の時は、自分をよく見せて結婚しやすいようにお金を使って恋人の目をごまかしていたのだ。夫は要するに自分の身の回りの世話をしてくれる人がいればよかっただけなのだ。だがこのまま、夫に丸め込まれて、お腹の子を危険な目に遭わせるわけにはいかない。お願い、私に里帰り出産をさせて。ダメなものはダメだ。まったく、本当に聞き分けのないダメな嫁だな。仕方ない。これを出すか。そう言って夫は立ち上がり引き出しから何やら紙を取り出した。
お前がどうしても実家に帰るって言うなら離婚な。なんと夫は記入済みの離婚届を出してきたのだ。まさかそんなものを用意していたの？私がびっくりしながらそう言うと、夫は勝ち誇った顔をしながら、俺は本気だからな。頭冷やしてよく考えろと言って荷物を持って出て行った。おそらく義実家に帰っているのだろう。私は好都合だと思い、すぐに荷物をまとめて車に乗り込んだ。そして途中で役所に離婚届を提出。数時間かけて実家に着くと、両親は驚いていた。だが私が事情を説明すると、憤慨し、離婚して正解だと言ってくれた。それからは両親にサポートしてもらいながら、出産までゆっくりと実家で過ごしていた。すると家を出てから1週間ほど経った頃、いきなり義母が実家を訪ねてきたのだ。私はまさか地方のこの実家にまでやってくるとは思わずびっくりしてしまった。平日の日中だったので、父はいない。そのため私は仕方ないから自分が対応するかと思って立ち上がったのだが、母が私に任せてと言って私に部屋で待機しているように言った。そして母が玄関に行ってくれたのだが、私はさすがに気になってしまい、玄関の近くの部屋にまで行って聞き耳を立てた。義母は母が玄関を開けた瞬間に大きな声を出して、あの女を出せと言ってきた。あんたたちは一体どういう教育をしてるんだい？あの女が勝手に家を飛び出して帰ってこないから、息子の家が悲惨な状態になってるんだよ。早く帰ってきて家事掃除をしろ。そんなことを叫んでいた義母。私は心底呆れてしまった。この義母に育てられたから夫はあんな風になったのだろう。あんな風に詰め寄られて母は大丈夫だろうか。私はもし母が困ったら助立ちに行こうと準備していた。すると母はいきなり驚きの発言をした。あなたの知っている娘は昨日亡くなりました。私はなぜ母がそんなことを言ったのかわからなかった。だが母は鼻をすすり泣いているような声を出しながら話を続けた。本当に突然のことで、私たちもまだ受け入れられてないんです。あの子があんな風な別れ方をするなんて。そんな。だからあなたの息子さんの嫁はもういないんですよ。よくよく母のセリフを聞くと、私が死んだというよりは、義実家に嫁いだ私がもういないという内容だ。母はとても深刻そうな声で言っている。かなり芝居に入り込んでいるなと思った。だがそんなことで義母を追い払えるのだろうか。すると義母は母の演技にまんまと騙されたようだ。まさか亡くなったなんて。そんな。それはご愁傷様でした。義母はまさかの出来事に驚きうろたえているような声を出していた。母はここがチャンスだと思い、畳みかけるように義母を責めた。娘は生前、あなたや息子さんからのいびりに頭を悩ませていました。相当苦しんでいたのでしょう。だからあのような決断を。どうして娘があんなになるまで追い詰めたんですか？自分の息子がもし会社で同じように圧力をかけられ続けたらあなたはどう思うんですか？もっと相手の気持ちになって接することはできなかったんですか？母にそのように責められると、義母はごめんなさいと泣きそうな声で謝罪していた。そんな風に追い詰めるつもりはなかったんです。だけど可愛い一人息子を奪われたような気分になって、本当に申し訳ございませんでした。何やら音がしたので、そーっとドアを少し開けて覗くと義母が土下座をしているのが見えた。まさか自分がそこまで追い詰めていると思っていなかったのだろう。だが私は自ら命を投げ出すほどではないにしろ、義母にかなり傷つけられて精神的に追い込まれたのは事実だ。だからあれくらいの謝罪はしてもらって当然だ。私に謝られても困ります。あの子は精神的に辛い思いをして心療内科で診断書までもらっていました。娘を傷つけた分の慰謝料はしっかりと支払ってもらいますからね。
母がそのように言うと義母は、はい。本当に申し訳ございませんでした。とそれを承諾した。よほど自分の行動を反省しているのだろう。まあ、私が生きていることはどうせすぐにバレるだろうが、それでもちゃんと反省を促せたのは良かったと思うし、それにこれで子供を安全に産んだ上で慰謝料もちゃんと支払ってもらえる。とっさに思いついたのかは知らないが、母がこのような作戦に出たのはすごいと思う。義母はそれ以上ここにいるのが怖くなったようで、本当に申し訳ありませんでした。と言って逃げるように去っていったそうだ。それから数時間後に夫から LINE が来ていたが、私は無視をした。母が代わりに見たことにして、こちらにメッセージを送っても無駄です、と返事をしてくれた。夫から来ていた LINE の内容は、悪かったから戻ってきてくれ、母さん落ち込んで塞ぎ込んでる、といったものだった。さすがに夫は私が死んだというのは信じてないようだ。だが私は夫にいくら謝られようがもう許さない。弁護士を通して慰謝料を請求した。夫は払うのを渋ったみたいだが、義母が支払わないと後味が悪いわ、と言って無理やり支払わせたようだ。そのおかげで私は一括で慰謝料をもらえることに。慰謝料をもらえたことで、妊娠中は就活をする必要もなく安心して家で出産に集中できるようになった。離婚後も元夫はしつこく連絡を取ってきそうだと思ったが、連絡が来ないところを見ると、義母が怖がって私たちにはもう関与しない方がいいと言っているのだろう。多分母を怒らせて、娘の死の責任を負わせようとしてきたら困ると思ったのだと思う。ちなみに事情を知っている私の元職場の同僚によると、元夫は自分が働く会社でモラハラをしていたことや、何でもかんでも私にやらせたりしていたという情報が広まっているらしく、周りから軽蔑されているそうだ。これコピーお願いします。ママがいなくても一人でできますか？お肉を自分で切ることもできないやつは仕事なんてできないよな。このようなことを周りの社員から言われてバカにされて、毎日辛い思いをしているようだ。まあ、自業自得なので何とも思わないが、一方、私は無事に赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。娘が1歳になってからは、自分で就職先を見つけて働き始めた。現在はシングルマザーとしてバリバリ働きながら、子育てをして娘に癒される日々を送っている。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。